米粉のスコーンです。そういえばスコーンってあんま米粉で作んなかったなと思ってやりました。じゃあまずはフライパンで焼いたものから。ちょっと今回手際があんま良くなくて、結構生地だれちゃって熱くて部屋が。その影響でちょっとね、ベタっと平べったくはなっちゃいましたが、でもそんなにひどい低さって感じではなくて、ちゃんとできてます。表面とか側面もカリッとザクッとしてます。粗めの4層ぐらいにして、で側面あえてこう切って断面を触らずに荒々しくしておくことで、こういう感じでね、こう割れてきていい感じにスコーンになりますね。でこういう割れた部分とかもザクザクするんでうまいです。見た目はね、卵塗ったりっていうところで違いは出ちゃいますけど、味自体はほんとそのままで、さらにサクサクとね、ザクザクふわっとしっとりできるんで、ちょっといいなということで今回僕も参考にさせていただきました。で砂糖の量は個人的には 40g 結構いいね。で30でもやったんですけど、ちょっと甘さ足りない気もする。ただ甘さ控えめで食べたい場合は砂糖30でもいいと思う。で50だと甘ってなったんで、個人的には40ぐらいがいいかなと思ってますね。バターも最初50でやってたんですけど、ちょっとくどいかなということで40に減らしたんですけど、50は50で美味しさあったんで、50入れてもいいなという場合は50でもいい気はします。あとフライパンで焼く時っていうのはもう超弱火で、最初やった時めちゃくちゃに焦げたんで、弱火にしてでももうほんと限界まで弱火にしてっていう感じでやっていい感じにできましたね。で今回の映像ではちょっとこうだれて平べったくなっちゃったんですけど、これ事前に作っておいた最後のフライパンのスコーンで生き残りラス1の半分、生地が冷えてるとこう硬さがあって結構キープしながら焼けるんで、それの影響かなとは思ってますが、うまくいくとこういう感じで高さもある程度出ます。冷蔵庫を入れて、どんぐらい持つとかはあんま言えないんですけど、こういうのはね、レンジで20秒とか30秒とかちょっと軽く温めると、もうすぐに外サクッと中ふわっとっていうのが復活するんで、こぼれ具合を見てもらえれば分かると思いますが、すごいザックザクでほろっと崩れる感じ、めちゃくちゃうまいです。で今回結構大きめにしましたけど、最後の余りで作ったぐらいのこれぐらいのサイズ感でポン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 作っていくのがいい気もする。小さく高くするといい具合にできると思いますね。でも割っちゃったんですけど、で型で抜いてもよくて、最初型抜きで考えてやってたんですけど、あんまりねこう思った通りに膨らんでくれなかったりとか、なんかこう型抜くの結構手間だし、端材が出やすい。バツ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 四角く切る場合って結構端っこの方汚くなっても見た目良くなるんですけど、丸くする場合ってもう汚いとかないんで、別にそんな感じで米粉のスコーンでした。フライパンでもできるしオーブンでもできるんで、トースターでもできるんじゃないかなとは思います。中生焼けじゃないようにしつつ、焦げないように焼ければいいと思います。では。